刻おめでとうございます。復刻を信じてずっと待ってたよって人も多いと思います。無事クレイちゃんに出会えた皆さん、おめでとうございます。音羽のクレイちゃんは関突神君なのでガチャはちょっとお休み。そこでクレイちゃんの復刻をお祝いしてクレイちゃんのあれを作ってみたいと思います。あれというのはこれ。もうクレイちゃんじっとしてて。神の目です。神様から授けられてこれを持っている人は元素力が扱えるようになるという神の目。知ってるよって人も多いと思うけど、今のところ原神には4つの形の神の目があります。1つ目はモンドの皆さんの形。ドーム型の宝石に羽とトゲトゲがついた感じですね。基本的な形はみんな同じ感じだけど、中には少し違った形の人もいます。リサさんは楕円形だし、ガイアさんは羽の数が少ないんです。この意味は今のところわかりませんね。2つ目はリーユエの皆さんの形。こっちはピラミッドみたいな形をしてますね。リーユエもゆくゆきさんはみんなと少し違った形をしています。もしこの形にもちゃんと理由があったりしたらすごいですよね。3つ目はパデュイの執行官ナルタリアさん。パデュイ所属の人はこの形なのかな。4つ目は音羽の形。卵型をしていて武器ガチャの闇にボコボコにされるたびにだんだん曇ってきて心が折れちゃうとパリーンってなる音羽のガラスのような繊細な心がそのまま形になったこれ。それじゃあ今回のクレイちゃんの神の目をよく見てみましょう。ドーム型の宝石に炎元素のマークがありますね。この炎元素のマークはドーム型の宝石の形に沿ってる感じかな。ちなみにこの神の目、元素力がたまると光るんですよ。知ってました？さあいよいよこのクレイちゃんの神の目を作っていきますよ。あれ？どうやって作ればいいんだろう。というわけであとはポラリスにバトンタッチです。はい、バトンを受け取ったポラリスです。今回クレイの神の目を作ってみるということにしたんですが、まずどうやったら作れるのかというのを考えてみました。そして導き出した結果がこちら。最初に 3D のモデルを作ります。次に 3D プリンターで造形。この時に宝石部分と台座部分は分けて作ります。台座部分は 3D プリンターでできたものをそのまま金色に塗装して仕上げ、宝石部分は一度シリコンで型取りをして赤に着色したレジンを使います。3D プリンターでそのまま赤色を造形することもできるんですが、多分こっちの方が綺麗に仕上がりそうなのでこうすることにしました。なるほど。最大の難関がこの炎元素の紋章かなとは思っています。一応今のところの予定は宝石を作るときにこの部分をへこませて金色の粉を混ぜたレジンを流し込んで表面を研磨する。この小さなスプーンがかわいいね。そんな感じでやってみようかなとは思っています。あともしできたらこれを。これなーに？最近のスマホのワイヤレス充電と同じ原理でワイヤレスで LED を光らせることができます。光った。これを中に仕込めば発光することもできるはずです。線がつながってなくてもちゃんと光るんだね。こういう蓄光パウダーも考えてみたんですが、これはレジンの中に溶けずに粒子として残るんで今回は使えないかなとは思っています。なるほどなるほど。はい、それじゃあまず 3D モデルの作成です。これがないと話が始まりません。今まで僕は Fusion 360という 3D CAD を使って 3D プリンター用のモデルを作ってたんですが、ライセンスの期限切れが迫ってきたので、今回は思い切って 3DCG を作るアプリのブレンダーを使ってみることにしました。
ブレンダーは 3DCG アプリとしては超高機能なのに無料というのが何と言っても大きいですよね。では実際に作っていきましょう。まず一番最初に神の目の画像を配置。ウェンティのが一番綺麗にキャプチャーできたので今回はこれを使います。この画像の上に 3D モデルを作っていくことができるんですよ。これなら全然違う形になっちゃうってことがないからいいね。ここまでは順調だったんですが、いやーめっちゃ苦労しました。まず最初に描き始めたのが台座の部分。ヒルチャールの鍋のような形なんですが、これが描けない。3D キャドなら円を2つ描いたら内側と外側を別々に押し出して数秒で描けちゃうんですが、ブレンダーは内側と外側が完全に別物として扱われてるみたいで、それができない。チュートリアルとかいろいろ探してできたと思ったらこんな悲惨なことになったりで、2時間くらい格闘してなんとか作ることができました。と言ってもこれは後で書き直すことになるんですけどね。書き直した時の手順はこう。最初に丸を書いてその丸を押し出して立体にして、上の面の内側に切れ込みを入れてそれを下に押し出して、はい完成。いやーたったこれだけなのに最初は2時間かかったんですよ。退屈すぎてうとうとしちゃったよ。いや完全に寝てたから。次は横の羽を作っていきます。基本の立方体を置いてそれを変形させる感じで作ります。大体の大きさを合わせたらループカットと呼ばれる分割をすれば変形できる点が増やせます。こうやって少しずつ複雑な形を作っていくんだね。下に置いてある画像のおかげで結構作業は楽なんですが、それでも2時間ぐらいはかかったでしょうか。ようやく3枚とも羽が完成しました。そしてこのアプリのすごいところが、ほらちょっと設定をするだけで逆側まで複写できてしまいます。便利ですよね。さああとは表面を滑らかにして完成と思ったら、また想定外の出来事が。コマンド一発でスムーズになるのはいいんですが、なんとシャープな感じを残したいところや裏面までされちゃっています。一応この現象はシャープさを残したいところの辺を分割することで回避できました。あとはこのトゲトゲのところ、もう物体を変形するという操作には戸惑うこともなくなってスムーズに作業が進むようにはなりました。ちなみに三角の宝石部分は立体を切って面を塞げばこんな感じで作れました。ただこれが正解かは分かりません。とりあえず今は形ができればいいんです。まあ正解の一つであることに間違いはないでしょう。さあお次はいよいよ宝石部分。まずは球体の召喚。この球体は召喚するとき分割数とかいろいろ設定はできるんですが、とりあえず普通でいきましょう。何事も普通が一番です。あとは下半分をカットして高さ方向を潰せば OK。 そしていよいよこのモデリングのメインイベント。宝石の表面に炎元素の紋章を刻みます。いろいろと調べたらナイフ投影というのがあることが分かりました。そのために必要なのがベクトルデータにした炎元素。本当ならこのブレンダーで作るのが筋なんでしょうけど、ここは時間の節約です。普段から使ってるイラストレーターというアプリでちょいっと作成しました。パッと見は結構綺麗にできてるみたいですが、やっぱり細かい部分の修正は必要です。あとはこれをブレンダーに読み込んでサイズを合わせてナイフ投影を実行すればできました。綺麗にドーム型の宝石の表面に炎元素の紋章が投影されています。あとはこの面をちょっと下に下げればできるはず。どうです？完璧じゃないですか。何これ。羽の部分でもやった表面を滑らかにする処理を実行してみた結果がこちら。なんか至るところがヨレヨレのシワだらけになっています。このボコボコたちをヤスリで全部ドカーンするのも至難の技。おまけにこの辺はへこみすらなくなっています。いろいろ調べながらやってみたけど、どうしても綺麗になりません。仕方がない。塗装でやりますか。そう思い始めた頃、いやーできました。完
に比べるとかなり綺麗だね。これならきっと 3D プリンターで綺麗に造形できるでしょう。今回の動画はここまでですかね。今のところ順調そうだけど、ちゃんとできるのかな。いやー、全然順調じゃないから。今回の動画はここまで。この動画が楽しめたと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってます。それじゃあまた次の動画で。